生命エネルギーが全体に回って細胞が活性化する。瞑想の聖地インドで修行者1億人の頂点に立つ史上初の女性、ヨガの母ヨグマタ相川恵子が送る人生の羅針盤。今回のテーマは、こんにちは、ヨグマタ相川恵子です。今日のテーマは、病気は魂からのメッセージかということについてお話をさせていただきます。過去世からの深いところからね、遺伝とかそういうものもねあって病気になるって、環境がそういう整ったりしてね、ちょっと仕事が無理がたたったりね、人間関係が複雑であったり、そういうところでも発症するっていうことがありますし、普通に生活をしていてね、やはりみんな気を使ったり、感情的に乱れたりね、また体が疲れが溜まっていたり、仕事によって歪みが発生したり、いろいろな部分でねバランスが取れないっていうか、がんでもね、がん細胞があってね、そういうがんになる、そういう種があるというかね、免疫が低くなった時にそういうものが増殖したりするっていうのがあるんですよね。だから免疫力を高めていくっていうことがね、皆さんが魂に意識を向けてですね、そういう愛を向けてそこからのパワーをいただけばいいんですけれども、エゴで魂が曇ってしまうとね、そこからパワーを引き出すことができないので、パワーを全部食いつぶしてしまうのでね、そうすると免疫力が低くなって病気になったりする、疲れたりするとね、循環器系の病気になる人もいれば、あるいは内臓、肺とかね、そういうところの病気になる人もいれば、腎臓の病気になる人もいれば、皮膚病になる人もいれば、神経の病気になるとかね、その人のどこにスイッチが入ってるかっていう過去世からのね、体の使い方、心の使い方とか、遺伝的なものとか、遺伝的なそういう組織のね質っていうものは親から引き継いでいますからね。でもそれにストレスがね加わると、そこに老廃物が溜まっていたり、すごくそこにスイッチが入りすぎて、やたら使ってねリラックスしないっていう、頭を使いすぎる人とか、内臓を使いすぎる人とか、姿勢が悪かったり、どこにどういうふうに発症するかって、その人のカルマによってね違うと思うんです。だからカルマを清めて浄化していくっていうことも必要ですし、私たちのエネルギー体なんで、矢をよずのエネルギーがあって、そういうものでそれぞれ働いてるのでね、それがまた濁っていたり、活動的であったり、純粋であったりね、すごくネバネバしてるとか、風のエネルギーが強いとかね、でそれを調和をとっていくっていうこと、瞑想したりね、積極的に呼吸法をしたりね、マントラを唱えたりね、全てを安らがせてバランスをとって充電させていく源につながってね、全てがねその調和が図られて、で頭も休んだりね、肺も休んだりね、骨盤もお腹も休んだり、活性化させて、そして休むっていう。だから活性化したらお掃除どんどん積極的にする。真のヨガ、瞑想を通して100万人以上に愛と平和を伝えてきたヨグマタ相川恵子に学ぶヒマラヤシッダー瞑想無料説明会を開催中。 LINE 登録するだけで完全瞑想ガイドをプレゼント。詳しくは概要欄から。皆さんは歩いてね、それで休むっていう。で太陽の光を浴びて、夜は月の光を浴びてって、自然
自然の法則でね生かされているわけですよね。で頭が重くなるとどんどんこうずーっとネガティブな心のエネルギーがこう不活性になってこうダウンする。だからもっと感謝とかね愛とかねそういう心になっていくとこう血液循環も良くなってで太陽のエネルギーが当たってこう心臓からこうねポンプでずーっとまたこうに上がってこなくちゃいけないからね。それどういう力で上がってくるかを太陽が引き上げてこう循環してるわけ。心っていうのがあっち行ったりこっち行ったりねだからそういうエネルギーをこう引っ張ってるのでね。で夜寝た時は心が引っ張っていかないから今に行ってで夜こう修復してるわけですよ。で夜自律神経がねこう働いてこう昼間は交感神経が働いてマインドの興味のある方にこうガーッと集中して仕事してるわけですよね。でその時はそんなに内臓も活性化されてないと。で夜の方がこう修復作業をしてるんですね。でヒマラヤの瞑想はそれを積極的にストレスをこう燃やしてね浄化してさらに根源に引っ張っていくわけでみんな枝葉の方にだーって血液が流れてるの源のそこには神の領域でそれ全てを作り出す創造のエネルギーがあるわけで創造意識とそういうところにこう純粋意識に戻っていくと充電してね癒されてって全部リセットされていく。だからどっかにエネルギーが流れてるとそこは活性化してるんだけれどもこう部分枝葉のところがこちらが電気がついてこちらが電気がついてこちらが電気ついてみたいな。でそこでこう消耗してるわけ。それを全部源に持ってきてそこで光になって全部こう休んでるところを癒していく。そんな感じなんですね。でそれが瞑想で起きている癒しなんですよ。あと病気が全部良くなる。でヒマラヤ聖女のブレッシングで橋になってそのブレッシングするとアヌグラハの恩恵で全部の細胞がよみがえるような働きになってるんですね。心もいろいろネガティブなものが全部消えてそれで純粋になってただ嬉しいみたいな喜びの心になっていく。そうすると全部癒されていく。いろいろな病気があるんですけどねもちろんその病気に対して例えばここが不活性だから活性化する薬を飲むとかねそれは自分の力じゃないから自分の力で製造しなくちゃならない。だから全部休めてでそれを修復するっていうのがヒマラヤの根源から変わっていくっていうそういう癒しなんですね。瞑想が健康にどれだけ貢献するかみたいなところをお話をいただきたいなと思うんですがいかがでしょうか。命の源泉っていうのが源にあるわけですよ。生命エネルギーそれから愛があるんですよ。愛っていうのもすごい癒すんですね。憎しんだりしてるとこう細胞が縮んじゃってホルモンも食いつぶしちゃうしどんどんストレスになるんだけども無限の愛だったらこう緩んでそして全部その生命エネルギーがこう全体に回って細胞が活性化する。宇宙を作り出す存在そういう創造の源に一体になっていくっていうのが瞑想なんです。だからそこには無限のパワーがある。そこと一体になるわけだからそこからエネルギーを充電するので全ての病気にいいわけですよ。例えば心があっちこっちこう動くとねすごい疲れるわけで消耗してるわけで心何も考えないで無心になったら疲れないわけです。そういう状態になっていくのがヒマラヤシッダ瞑想なんです、だから充電されて生まれ変わる永遠不滅の存在と一体になる。でみんな心にいると消耗する存在なの。心はこうなんか心配したりなんか考えてる。外側にガーッと行っててお仕事してたのが夜エネルギーが潜在意識の方に行くのでそれで活性化するわけです。だからそこにこう記憶があってあるわけです。そこにエネルギーが回ると活性化する。だから昼間は夢を見ないのはこう仕事して仕事にエネルギーが回ってる。
でぼーっとしてる時なんか変なこと考えるのはそこに潜在意識とかそういうものがちょろちょろ出てきたりして、だから仕事をしてる時はまあ無心でその仕事をしてるんだけど一応エネルギーはまた消耗してるんです。で何も仕事をしないってね。で今にいる夢も見ない今にいる究極が源の存在。でも今巷はね健康ブームっていうかね、で健康グッズがありすぎてね運動器具買っても三日坊主みたいなね。で源から治していく、もちろんそういうのもやっていいんですけれどもあれこれやってもみんな三日坊主っていうかね、食べ物も三日坊主とかね。だからそういう食べ物いいものを食べるっていうのをね深い知恵からやっていくと続くんだけれども表面的にこう研究するとかえって研究しすぎちゃってこれも食べたいあれも食べたいって全部スイッチが入っちゃうんでね。だからそういうので源から必要なものを摂取するっていうふうになる方がいいですね。